はいです。今日はとうとうあなた行くことになりました。あれね、どこにですか？塾ですね。冒頭話した通り、はい夏に塾に行くことになりました。はい。塾に入塾するっていうことじゃなくって、塾がやっている夏期講習に参加します。1学期のテスト見る限り分かっていないなっていうのがひしひしとあって、できてる教科はいいんですけど、できてない教科のやつがひどすぎる。何の教科ですか？英語ですね。英語。テストをやる前にが言ってたんですよ。ちょっと僕塾行きたいかもしれない。あの一桁を見た時に、この子はもう塾ではダメなんじゃないかなって。ただ塾は塾でも集団の塾と個人塾があるんですよね。集団は結局学校と一緒なんですよ。わーってみんなで言ってわーって覚えようっていう感じだから、多分今のにはダメなんだなと思って、だったら個別で教えてもらえる塾で夏期講習だけやってるところがないかなってすごい調べました。なんとお姉ちゃんが塾行ってた時にいろんな塾をお試し体験やったんですよ。その中の一つが夏だけやってるところがあったんです。なので今回そこにお邪魔したいとお願いをして夏行くことになりました。夏休み、40日近くあるかと思うんですけど、そのうちの何日行くんですか8日。はい、8日だけです。しかも8日も、1回がだいたい1時間ぐらいなので8時間家でゴロゴロぐるぐるしてるぐらいだったら、行ってもらった方が夏期講習だけで成績がバカ上がりするとかはママ期待してないんです。ただ苦手な分野が少しでも分かるようになったなってなってくれるのがいいなと。なるほど。それなりに準備していってもらいたいと思います。はい。何を持っていくか知ってますか？筆箱、下敷きは一応いりますね。ノートはノートいらないらしいけど、一応適当なノート持ってたら。あと何やろう。気合は入れてください。やる気もそう。夏期講習って昼から夜までやってるんですよ、時間帯的に。でこちら側が何時から何時までお願いしたいって言ったところ、向こうの都合がいいとこだけ時間ピックアップされるんですね。は何時ぐらいに行きたいって言いました？できればお昼ご飯食べた後行きたい。そう、すぐ行きたいって。飯食ったんだね。暑いのに。塾の方にも言ったんですけど、早い時間帯はやってます、分かりましたとは言われたんですけど、結局夕方3、4時ですねに入ることにとりあえず最初の2回はなってます。で塾のピークって何時か知ってる？やっぱ5時とか4時くらいじゃないの？と思ったでしょ。夜の7時らしいです。親が送迎できる時間帯がピークらしくて、だから早の時間帯は早いらしい。それでも別の動画でも話しましたけど、ママお仕事増えております。であやさんの高校見学も入ってます。でもちろん編集とかもしないといけないので、かなりバタバタなんです、夏休み。なのでちょっと送迎はしますが、準備とかで「はい行くよ」って時にスッて出れるようにしておいてください。1回目何曜日ですか？2日後ですね。何時？3時から4時。5時、4時から5時。ピンポン。ママがお仕事終わって慌てて帰ってくるので、そこで準備してすぐ行く形になります。マジか。はい。2回目は水曜日の3時から4時。はい、正解です。なのでを放置してカノさんをお迎えに行って、ついでにその後にカノさんを家に下ろしたらあなたを迎えに行くっていうローテになります。結構ママ厳しいです。本当に何かこれ分かるようになったっていうのを作ってくださいね。学校のノートもワークもそうですけど、綺麗な字でやっぱ書く練習しないと漢字間違えるでしょ。苦手を放置したら苦手のままからできないままです。苦手でもある程度やらないといけないことをちょっともう諦めてください。夏入る前にあなたに新たなことが加わりました。何？舌下治療の仲間が増えました。はい、以前
紹介したんですけど、はやとあやはあまりにもアレルギー数値がぶち抜けているので今まではダニですね。ダニの舌下をやってました。はい。なんで杉とダニがあるのにダニからスタートになったかというと、実は杉の方のお薬が手に入らないっていうことだったので、ダニからスタートして、今年の春またいでもう夏になったんですね。多分はやのダニのひどさが出るのが秋口から冬なんですよ。だからまだ結果としてまだ1年も経ってないし、緩和されたかどうかっていうのがわからないんだけど、で杉の薬なんと今年の夏前に入荷されたそうです。姉ちゃんは春先の杉はほとんど反応してませんでした。マジなん数値はあるんですけど反応しませんでした。はやはめちゃくちゃ反応してました。マジでもちなみにかのさんもでこれね、ママ知らなかったんだけど、杉もダニも同時にできるんだよ。できるもんと思ってた。できるものだと思ったらできました。なのでやることになったんですけど、なんでこのタイミングかというと、まず薬が手に入るようになったこと、これが一番大きくて、もう一つはあやはやの住んでる地域では子供のうちは医療費っていうのはかからないんです。ほぼ無料。歯医者さん行っても無料だし、実費じゃない限りは。で耳鼻科行っても熱で病院小児科行っても無料です。そのうちになんとかこの舌下を終わらせたい。そう。今中学1年生だから1年2年3年高校1年2年だいたいね5年ぐらいかかると言われてます。無料の中で終わらせることができて効果が出たら、将来的にはやが飲む薬の量が減ったりとか病院行く回数が減ったりとかで、本当の効果が現れてバッチシ出た場合は杉とかダニに反応しづらくなる、しなくなるっていうのがあるので、ダブルでできるのはありがたい。ちなみにお姉ちゃんはやらなくていいんじゃないかなって言って先生に言われて杉はやりませんでした。若いうち、ちっちゃいうちに時間もあるしね、やってたらいいかなって。体調不良以外の時はね忘れずに、はやはねそういうのはしっかりやる子なんで放置してますけど、ということではや舌下治療もプラスしました。夏前も言ったけど忙しいので体調崩さないように、夏忙しくなりますが、もう夏休み明けたらすぐテストなの。うわーおそれだけ。学校のさ補習にも行くんだよ。行くんだよね。行く。じゃあ夏休み引き続き頑張ってください。はい。バイバーイ。はい、おかえりなさい。はい。感想。はい。ものすごいいい場所。わかりやすかった？わかりやすい。単語読み方ってやん。聞き方と読み方や。ユニット0今日やるってやったんだけど、単語について説明してもらって、単語の言い方とかあるやん。あれが実は日本のローマ字みたいな読みみたいな感じで説明を受けたんやて。すごいわかりやすかった。わかりやすかったの？なんだろう、先生にタブレットも見せて、そこに文の読み方がね、文字、アルファベットの読み方あるやん。A やったらあとか、あと最後に A がつくときは、いいね。つくときは、真ん中の、例えば E やった場合、I ね。たら、それがローマ字読みの I になるとか、そんなこと教えてもらって、次回になって終わったって感じ。ああ、そこを教えて、まずそこを教えてもらったの？なるほど。知らんかった。